興味深い場所に僕はたどり着きたい。船があるわ、ってことはやっぱ住人の人がいるんだよ。対岸に渡っております我々。いやまさか行けると思わなかった。桃代月は三重県熊野市に存在する無住集落です。和歌山県、奈良県、三重県の県境が交わり、北山川が流れる山間に位置するこの集落は、陸路からのアクセスが事実上不可能となっており、まさに陸の孤島といえます。また、隣接した京、九十、竹東を含め、この辺りの地域には興味深い伝承が残されており、その地勢とも相まって古くから多くの人々を魅了してきました。2011年に定住者がゼロとなったことから、現在では無住集落となっており、元住民が時折管理に訪れるのみとなっています。現場です。はい、現場です。今来てるのが桃代月っていう集落なんだけど、なんかそこが川を挟んで対岸にあるみたいな感じで、その船がないといけないんですよ。でしかもそんな定期便があるわけもなく、なんか本当に地元の人がたまに帰ってるところに運よく遭遇できれば行けますみたいな場所なんですよね。でそこに関するね、結構面白い、昔話というか伝承というか、こういう伝承なんですけど、はい、ナレーション貼ります。竹東の少し南の北山川の対岸に桃代月という村がある。そこに高月山高梅寺という古い寺があった。寺の庭には紅梅があり、春には大変美しい花を咲かせ、良い香りをあたりに漂わせていた。寺には一人の美しい尼さんが住んでいた。毎日仏の教えを広めるために行をしたり、読書をするなどして静かに暮らしていた。また、寺の周りを開いて野菜も作っていた。この尼さんは近くの村の若者たちの憧れの的であった。しかし真剣に仏の教えを広めたり、読書に打ち込んでいる尼さんは、若者たちのことなど考えてみたこともなかった。さて、対岸の村に一人の若者がいた。彼は寺の畑で働く尼さんの姿を見てから、心の中は尼さんのことでいっぱいになってしまった。ぜひ会って話がしたいものだと思った。そして月のない闇夜になる日を待った。よし、今夜こそ川を渡り尼さんに会ってこようと決心した。やがて夜になった。川の音さえもシーンとして流れているようであった。川底を突き刺す竿の音だけが闇の中に響いた。川の中ほどまで来た時である。対岸の山から突然、大きな月がぬっと顔を出して、あたりが急に明るくなってしまった。これは困った。こんなに明るくなっては誰かに見つかってしまう。人に知れたら尼さんに大変悪いことをしたことになる。と考え直した若者は、急いで船を引き返し、とぼとぼと家に帰った。次の夜も、その次の夜も、また次の夜も若者は北山川を渡ろうとした。しかし川の中ほどまで来たとき、月の光が眩しくてどうしても渡ることができなかった。今夜で何度目だろうか。若者は1、2、3と指を食ってみた。するとすでに99日目であった。若者はこのことを母親に打ち明けてみた。母は、なんともったいないことを、よりによって尼さんを好きになるとは。あの方は仏の教えをお守りし、広めている方だから、
お前なんかとてもとても、そんな気持ちを持つことも恥ずかしいことだよ。あのお月様は悪いことを人間がしないようにいつも地上を照らしているのだよ。だからお前が桃よ通っても川を渡ることはできないのだよ、と諭した。若者はとても悲しんだ。お月様もあの海女さんをお守りしているのか。それから海女さんの住んでいる村を桃夜月と呼ぶようになった。はい、今ナレーション入ったと思うんですけど使いこなしてるな、ナレーション。そう結構興味深いんですよね。なんでなんかぜひねちょっと行ってみたい。ただ本当に地元の数の協力がないとたどり着けないっていう場所なんで、近くにある竹島とあと九十かな、2つの集落があって、この2つの集落も結構桃夜月と関連性が深いというか、その伝承にまつわるような集落なんで、そこはまだ人が住んでるんで、ちょっとその集落調査しつつ、もともと船でしか行けない場所なのか。そうもともとね昔は人が住んでた時はその船で行き来してたんだって。へえ。橋とかもないから。なんでまたそんなところにって感じだけどね。そうなんですよ。なんでなんとしても我々がたどり着いてみせます。我々がってでも船ないじゃん。船ないんですよ。行けないじゃん。だからもうその我々の運とが試されてる。じゃあ逆境だな、いきなり。なんでちょっとどうなるか分かんないけど行ってみましょうということで。でもこれ行けなかったら今の下りもうボツだからね、全部。いやこれで行けなかったらこの下りで20分やります。地獄じゃん。ということで、はい、そんな感じなんで探索していきたいと。行ってみますか。はーい。行きます。でその問題の桃夜月があれなんですよね。対岸に見えてる集落なんですけど、船発見。あんな感じで行くの？いや多分違うけど。あれ楽しみすぎでしょ。いやあれあればいけるな。ご覧の通り橋もないんで、結構川幅もあって多分深いんでこの川、歩いては 100% 無理なんですよね。興味深い場所に僕はたどり着きたい。ちょっといろいろ見て回りながら手がかりをつかみたいと思います。木和町っていうのかな、桃夜月軌道と運搬施設。ここがつながってるわ。でもだからこれ本当にそれこそ、桃夜月になんか荷物運ぶ時に使われてたやつなんだよね、これが。今はね多分さすがに使われてないと思うんだけど、多分これが運搬用のなんかだったんじゃない？わかんないけど。桃夜月船着き場ありましたが、今んとこね行ける可能性ゼロだよ。だって船ないんだもん。船ないもんね。いやだから昔の名残なんかなこれは。昔桃夜月居住あった時はここでみんな行き来してたみたいな。僕らここまでですね。じゃあ僕ら希望ついえたよね。希望ついえた。マジでここまでなんだわ。地元の方に会えればこっから乗せてってもらえる可能性がゼロではない。船があるわ、ってことはやっぱ住人の人がいるんだよ、絶対。なるほどね。なんか伝承があります。なんか海女さんがいてみたいな、そういうあれですよね。そこのちょっとそういう話もぜひちょっと聞かせていただけると。まだ早いから渡っていいですか？ありがとうございます本当に。ではちょっとお言葉に甘えて、こんな感じでちょっと船を、すごいな。おお誰も住んではないんやけど、ああそうなんです。遊び場にして、そういういいっすね。魚取りとか。ああ対岸に渡っております我々。いやまさか行けると思わなかったけどね。これがかの伝説の到着しました。おおすごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結構すぐなんですけど、やっぱこれは船がないと絶対無理ですね。お父さんはこちら桃夜月の出身の方ってことですか？
もともとはね、あそこ竹戸なんです。あ、竹刀なんですね。へえ。竹戸出身で、はい。うちの親父は次男坊でね。はい。まあ土地がなかったよな。東さんが桃代月に移住したのは、第二次世界大戦が終結した1945年頃のこと。当時菓子職人だった東さんの父は、戦時の不況や1944年に起こった東南海地震の影響で商売が立ち行かなくなり、家族を連れて故郷の竹東へと帰郷しました。しかし次男であったため、所有する土地がなく、自らの家族が暮らせる土地を求め、この桃代月へと移住したといいます。竹東で生まれてここで育ったっていうことなんですね。これ3、4歳の頃やと思うんだけど、かっこいい親父らが。ああ、移住されて。小屋を建てて、ここで畑に切り開いて。はい。へえ。もとそれの以前ずっと昔は何軒かあったみたいけどね。あ、そうなんですね。すごい綺麗。荒れ地になったったよ、それから。あ、そう、もうしばらく住まなくなってた土地にお父さんの代で移住されたってことなんですね。この石垣とか、はい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 。これらは昔のやと思うんやけどな。あ、残ってたものを。屋敷跡。へえ。すごい綺麗にされてますね。すごいっすね、これ。全部やってるんですよね、お父さんが。これすごい。昔はね、これなかったんですよ。はい。山やったんですよ。僕ら子供の時代。ここに芋を作ってね。はいはい。そして芋を作って麦を作って、そこで生活を始めた。この木は何の木なんですか？梅の木です。あ、梅なんですね。その後に植えた梅の木。へえ。すごい綺麗。もう本当にあれですね、お父さんの手作り世帯だけでもう切り開いてるってことですね、これを。すごいですね。この辺は。それ以前には畑としてはあったんやろうけども、僕ら知ってる限りではね、向こうこんな杉の木が立ってました。ああ、そうなんですね。東さんが移住した当時の桃代月は、すでにほとんどの住人が移住した後の半ば見捨てられた土地だったといいます。東さんの一家は、そんな荒れ果てた土地を切り開き、広大な耕地としました。戦後で食料も満足に確保できなかった貧しい時代、この桃代月でほぼ自給自足の生活が始まりました。僕らおぼろに覚えてあるのにほんのり勾配になってね、こうなったような気がするわ。それをもう全部平らにしたんですね。そしてここにその当時、小さな家があってね。あ、もともとあったんですね、お家が。小屋みたいなもん建てて、ここに移り住んだんです。へえ。この石垣は当時のものなんですよね。ここで小さな家建てて。あ、ここにお家があったんですね。へえ。何年かここで補ってんけど、昭和30年頃か。はい。伊勢湾とか、台風が。大きな台風あったよね。はい。自分ここ使ったんですよ。あ、ここ全部家が水位来ちゃったんですね。ここは田んぼですか？ここ田んぼ跡。ここが田んぼだったんですね。こうやって田んぼも作られて。そうです、田んぼ。それから後にここへ来て水ここは水浸かるんでね。こっちに引っ越してきたってことなんですね。へえ。確かに結構高いところに。そうですよね。ここはね、水が大丈夫ないけど。使っちゃうと大変ですもんね。すごい綺麗な。いや、めちゃくちゃ綺麗なお庭じゃないですか。すごいっすね。ちゃんと池もあって。これはお手入れもう賜物ですね。いや、すごいな、これ。はい。鯉もきれいにしたてんけど。鯉もいたんですね。すごい。鯉もおらやなくて。いや、いいっすね。すごい。これ滝ですか？そうそう。うわ、すごいな。自然できてるんですか？自然クーラー。涼しいっすね。
わあすげえ。これなんか足浸かりながらね座ったらめっちゃ気持ちいいですよねこれ。夏でもクーラーなんていらないですねこれあったら。ちょっと夏ここで裸で昼寝するのも寒いんだ。贅沢ですね。お邪魔します。お邪魔します。はいどうぞ。あ、お写真があるんですね。以前はこんな暮らししやったんです。ああ、これさっきの滝のところで。いやすごい賑やかだったんだな、じゃあ本当にかつては。ああすごい綺麗。うわすごいこんな感じだったんだね。田んぼとかあってめちゃくちゃ花が咲いてる。すごい綺麗だ。うわこれとかめちゃくちゃ綺麗だね。お花畑だったんですね本当に。時は流れ昭和50年代、高度経済成長を経て、各地でインフラ整備が活発となり近代化が進むと、人々が都市部へと移住する動きが全国各地で盛んとなります。しかし、東さんの父はそのような時代の最中にあっても、この地での暮らしを続けました。やがて高齢となり、農作業が困難になると、今度は草花の栽培を始めました。それからというもの、桃代月は一面に花が咲き誇る美しい土地へと生まれ変わり、東さんの父は現代の花坂じいさんとして一躍有名となります。そしてその噂を聞きつけたマスコミをはじめ、文人や写真家など多くの人々が全国各地から桃代月へ訪れるようになったといいます。なんかこれはまあ尼寺に本当だ。これこんな墓のもうわからん跡とかまあはっきり分かってあるとこもあるし、これ昔住んでた方々のお墓なんですよねきっと。尼寺の中にこういうこれあるんです。あ今でもあるんですか。今でもある。すごい。じゃあもういかだで対岸まで。いかだずーっとこれ信号まで下っての。へえ。下の方までずっと行ったんですね。木材を流してたんですね。なるほどなるほど。木材流して道路できたのが30年代と違う。道路なかった時ってもう山の斜面みたいな感じだったんですか。歩く道やこんな歩道だけあるみたいな。へえ。もう徒歩で。川下った方が早いですね。なるほどなるほど。そういう時代やったよ。すごいな。ここは俺学校がないから竹戸の学校いたんですよ。竹戸の。お父さんも竹戸の学校通ってたってことですか。そして竹戸僕らその自分は竹戸には中学校がなかった。中学校になったらみんな今度は九十に。九十にあるんですね。桃代月最後の住人であった東さんの父も高齢を理由に2006年にこの地を離れ、2011年にその生涯を閉じました。病床にあっても花の咲き誇る桃代月の写真をベッドに広げ、故郷を懐かしんだといいます。そして現在では東さんがこの土地を受け継ぎ、たった一人で土地の管理を行っています。この場所を遊び場だと言って笑う東さんの目には、どこか哀愁が漂っていました。すごいですね。梅の木もたくさんありますね。本当。古くなってきてね。梅の木も。確かに。結構年季入ってそうですね。これは。そして鹿に食べられてね。やっぱ鹿は木食べちゃいますもんね。鹿にこの下枝。背の届くとここれらみんな。食べられちゃってるんですね。食べるんですよ。そしたら枯れてくんやわ。なるほど。枝が。
だからみんなこうやって上。あ、木もそうやって成長していくんですね。そうそう。上に上に。上行くからね。へえ。あ、すごい。ちゃんと石段があって。そうそう。本当だ。これは僕ら子供の時分から石段そのまんまで。あ、もうお父さん子供の頃から。はい、全くそのまんま。じゃあすごい昔からあったってことですよね、本当に。当時の石段。すごいね。うん。歴史を感じますね。本当だ、残ってる。なんとかこのまま置いたらあかんいうことで。火を食ったような感じ。あそこにある、さっき見てもらったの、ごりんと。本当だ。あれがお墓ですね。あれですね。これが海女さんのお墓の御輪塔らしいですね。すごい。歴史あるんだ。桃代月には二層の伝承とは別に興味深いもう一つの伝承が存在します。時は南北朝時代。この地は桃井安友という武将が支配していました。ある日、後醍醐天皇の巫女であった森吉親王がこの地に訪れたといいます。親王は北朝との戦の最中、熊野近辺に潜伏していましたが、妻である自死のお産が迫っていたため、桃井氏に妻を託しました。しかし親王が去って間もなく、自死は難産の末、母子ともに亡くなってしまいました。これをひどく嘆いた桃井氏は、この地に高梅寺を建て、母子を弔いました。このように、二層の伝承とは全く異なる伝承が、この地には存在しているのです。また、この伝承を裏付けるような説もいくつか存在しています。この地では土地の管轄を示す際に、〇〇月という言い方をすることから、桃井家の土地を意味する桃井月が転化し、桃代月となったという説が考えられます。現在でも二層の墓として寺の裏山に現存する宝鏡院塔も室町時代のものであり、時代的にはこの伝承と一致します。また、この高梅寺は地元では子安地蔵とも呼ばれており、昔から桃代月の子安地蔵はお産を軽くすると評判で、近隣の九十や竹東からも臨月の妊婦がお参りに訪れたといいます。このことからも、かつて難産の末この地で亡くなった母子にまつわる伝承との関連性が見て取れます。もともと住んでた人はもう引っ越しちゃもう移住しちゃって、そうそう、土地を離れちゃったってことですもんね。こういうのがお墓だ。だからお墓として残ってるのがさっき写真で残ったんやけどな、あったやつなんですね、これが。へえ。これ位牌らしいです。位牌。このお寺。住職さんの。位牌なんだ。これ鐘なんですか？これは本当の昔の。当時のあれやな。めちゃくちゃ古そうな。へえ。ちょっと破れたらけど。すごいな。なんだろう、これお地蔵さん。いや。古そう。この灯籠とかも。なんか今までで見た灯籠のどれよりも古そうな。すごい歴史あるんだろうな。もうなんか石なのに虫食いみたいになっちゃってますね。お家が向こうにもあるんですね。昔誰か住んでたんですか？昔、そうやの。今もうお別れになってきたけど、まだ屋根は残ってますわ。へえ。
なんか上の方見ても石垣とか結構ありますもんね。畑とかだったね、きっと昔。あの辺にも墓とあるしね。あっちにも墓。じゃあ結構人住んでたんでしょうね、本当に。ありがとうございました。本当に。すいません、急なお願いだったのに。桃代月はその長い歴史において常に人々を魅了し続けてきました。この場所ではさまざまな歴史が幾重にも重なり合い、それは現代に受け継がれています。そして東さんの一家がこの地に残した功績や家族が紡いだ日々の思い出もやがては歴史の一部となり、数十年後の未来で語られることでしょう。ああ、すごいいい場所だったな。夢のようだった。これから帰ります。いやー、すごいめちゃくちゃラッキーでしたね。本当に。さらば。前に進む感じ？すごい。ああ、いいね。すごいぴったり。すごい技術。天気良さそうな日にすみません、本当にありがとうございました。本当にあそこへ船つけ直って踏んで。あ、了解です。どうぞ。すみません、ありがとうございました。本当に失礼します。いや、すごい体験させていただいて、しかも本当さ、ちょうど帰るところだったのにさ、また僕ら乗して桃代月の方行ってくれてね、いろんな話も聞かせてもらって、めちゃくちゃ貴重なもの見れましたね。本当に。そう、やっぱり当時の写真とか残ってるといいですね。そうですね、本当に。はい、ということで今回は桃代月を取材させていただきました。歩いてはいけない、車でも無理なんで、船で行くしかないところをたまたまお父さんタイミング巡り合わせで、本当歴史的にもね、いろいろなものが残ってて、今日ちょっと本当に夕方頃に訪れちゃったんで、お父さんのお話は本当たっぷり聞けたんですけど、ちょっと暗くなってきちゃったっていうのもあって、あんまりその集落内はゆっくり見ることができなかったんで、バッチリお父さんの連絡先もお聞きして、また再訪できたらさせていただくっていう。深掘りできたらなとは思ってますので、そう、なんで多分続編があるとすれば、なんか山の上の方とかにすごいなんか神社の跡とかもあるらしいんで、ちょっとそういうのまた見に行けたらなと、またいつか再訪すると思います。ここは、でまたチャンネルいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。コメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。桃代月を眺めながらまた次回。縦看板があって、なんかこれ「甘」っていう字が見えるんですよね、ここに。いや、このスケールすごいね、本当に。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。